1930年から1961年にかけてドミニカ共和国ではラファエル・トルヒーヨの独裁政権下で数千人が投獄、拷問を受け殺されました。地下組織の反政府活動を指導したのは3姉妹でした。多くの人に勇気を与えた彼女たちは権力者を脅かし、やがて彼女たちの若い命は悲劇的な最後を迎えたのです。軍の中から昇進してきたトルヒーヨは米軍占領下のドミニカ共和国で1930年クーデターと不正な選挙により権力の座につき、彼と支持者に富が集まるシステムを構築しました。トルヒーヨの家族はドミニカ共和国の国内総生産の5分の3を支配しました。塩、牛、新聞などの独占です。彼は首都を自分の名前に変え、彼の肖像画を全家庭で飾るよう命じました。また数千人のハイチ人虐殺を含む残虐行為を行い、彼の権力を維持するため秘密警察部隊は国内外にいる反対派を狙撃しました。ミラバル姉妹は地方の中流家庭で育ちました。両親は4姉妹、パトリア、デデ、ミネルバ、マリア・テレサを優秀な全寮制の学校で学ばせました。そこでミネルバは身内をトルヒーヨの命令で殺された同級生と出会います。ミネルバは強力な反対の声を求めて圧政や正義の問題を姉妹と議論し始めました。デデは政治問題と距離を置き、ミネルバ、パトリア、マリア・テレサは国を変えようと模索します。しかしミラバル家の安泰は崩れてしまいます。1949年、ミラバル家はトルヒーヨのパーティーに招かれました。そこはトルヒーヨが若い女性を狩る私的な場であり、招待を断ることはできません。その会でミネルバはトルヒーヨを避けようとしましたが、結局トルヒーヨとダンスをし、その後の誘いを断り、ミラバル家はパーティーを早めに退席しました。それが独裁者に対する無礼となり、彼女たちの父エンリケは投獄、財産は没収されました。ミネルバはドミニカで法律の学位を取った最初の女性の一人として最高の栄誉を受け卒業しました。しかしミネルバには国の開業許可が与えられませんでした。トルヒーヨの管轄下にあったためです。学生時代にミネルバはマノロ・タバレス・フストと出会いました。彼はミネルバの政治的信念に共感し、1955年に結婚しました。2人は南米中での武装革命を知り、1956年トルヒーヨが自身の執権への企てを鎮圧後、2人は独自の革命準備を始めました。ミラバル姉妹と夫たちは6月14日運動を組織し、多くの中流階級の人と共にラスマリポサス、蝶という暗号名で3姉妹は秘密会議を結成。トルヒーヨの違法行為を書いたパンフレットを配りました。1960年1月、彼女たちは運動の体制を作り、反乱の準備をするため国中から代表者を招集しました。しかしそれは叶わなかったのです。トルヒーヨのスパイは至る所におり、間もなくミネルバ、マリア・テレサを含む多数の革命派が逮捕されました。この頃パトリアは投獄された反政府勢力と情報を伝達する独創的な方法を見つけました。彼を非難し始めた米国や教会の支持を失うことを恐れて、トルヒーヨは姉妹の夫たちを刑務所に残したまま姉妹を釈放しました。しかし彼女たちは彼の政権と自尊心を脅かし続けたのです。11月25日、3姉妹が刑務所にいる2人の夫と面会した後、トルヒーヨの手下が彼女たちの車を止めると、姉妹と運転手のルフィーノ・デラクルスは窒息させられ撲殺されたのです。殺人を自動車事故に見せかけるため、丘から車を転落させました。パトリアは36歳、ミネルバは33歳、マリア・テレサは25歳でした。しかしミラバル姉妹を沈黙させようとしたトルヒーヨの計画は裏目に出たのです。多くの国民はこの隠蔽に騙されませんでした。国際社会は暗殺を非難し、米国はドミニカにある大使館を閉めて、
密かに反トルヒーヨ運動に資金を提供しました。数ヶ月後、ドミニカ軍の元メンバーが独裁者を殺し、31年間に及ぶ暴君政権に終止符が打たれました。彼女たちの家族、とりわけ生き残ったデデのおかげで、姉妹の功績は人々がトルヒーヨの独裁政治の支配に打ち勝つ力となったのです。今日ミラバル姉妹は国民的英雄として扱われ、健闘を称える記念碑が建てられ、名誉が与えられました。1999年、国連は彼女たちの命日である11月25日を女性に対する暴力撤廃の国際デーとしました。正義を求めた彼女たちの健闘は今なお人々を勇気づけています。これらのビデオでもっと学んでみませんか？チャンネル登録をよろしくお願いします。新しいことを学ぶチャンスです。